JYP ファミリーのコラボが良すぎる。スキズの永遠の愛されマンネ、アイエンもいよいよ先輩に。アジア最高のプロデューサーと言われ、もちゴリの愛称で親しまれている J.Y. パークのもと、ガットセブンや TWICE など多くの有名アーティストを輩出してきた JYP エンターテイメント。本当の家族のような雰囲気があるということで JYP ファミリーという呼び名で親しまれており、JYP ペンと呼ばれるファンがいるほど愛されている JYP アイドルたち。カムバキに見られる他グループとの TikTok コラボ。こことこういう関係あったのと驚くことも多く、K-POP ファンダムはカムバキの TikTok コラボを毎回楽しみにしています。中でも JYP ファミリーとのコラボはなんだか兄弟感があって見ているだけで尊い。今回はスキズの新曲チキチキブンの TikTok コラボとビハインド映像 JYP ファミリーの関係性を見ていきましょう。まずはヒョンジンとイッチのイェジのコラボ。名字が同じで顔も似ていることからお互いのファンからファン兄弟と言われており、これまでも何度かコラボしたことがあるおなじみのこのペア。実はヒョンジンは練習生時代は先生からダンスが嫌いになるほど怒られて、一体何が努力かも分からずただやるしかなく自分一人でイライラとすることが多かったとか、ダンスが嫌いになってしまいそうなヒョンジンにダンスを教えてくれたのがイッチのイェジ。だからこの2人はエモエモなんです。今やお互いグループのメインダンサー。ビハインド映像では最後の分のタイミングでどんな小ネタを挟むかを2人で楽しそうに会議。手の銃を向けられると数秒戸惑った後、と可愛い声を上げるヒョンジン。同級生ということもあり、お互いに素を見せている感じもたまりません。エンミックスのベイとコラボしたハンの TikTok コラボはあまり多くないので嬉しい。でもなんかどっちが先輩ってなるほどのタジタジさ。ベイがエンディングを私が考えてみたんですがと振り付けをいろいろ考えてきてくれていたようで、ハンはお互い2番ですかは一掃しましょうと撮影中もベイがリード。ハンが撮影に満足しても最後にもう1回だけ踊りましょうと意欲的な後輩に引っ張られるハニタンが可愛い。まさにお手本のような MBTI がいいなベイと愛のハン。見ているステイはハン頑張れと応援したくなります。TWICE のモモとコラボしたアイエン。TWICE のメインダンサー、モモの高いダンススキルで踊るチキチキブンがかっこよすぎるんだけど、それよりも気になるのが犬。2人とも何も気にせず踊り続けるしツッコミどころがありすぎるんだが、動画に登場したワンちゃんはモモが飼っている愛犬のドビートブにしてもアイエンと子犬が戯れる絵があまりにも良すぎる。笑顔が絶えないアイエンも音楽がかかるとキリッとした表情に切り替わります。さすが表情管理のプロアイエン。現役アイドルの他にもワンちゃんが元 JYP のソミとベンベンとコラボしており、チャニペンは大歓喜。練習生時代を一緒に過ごした3人がデビュー後にコラボするなんて激アツすぎ。苦楽を共にした3人が CD 交換をしている姿を見ると感動します。そしてヒョンジンは元 JYP 練習生でアイズワンのメンバーだったチェヨンとコラボ。 JYP を退所した後もコラボしてくれるなんて、練習生時代にどれだけ仲良しだったのかがよくわかります。いやー、今回の TikTok コラボも最高でしたね。ではここからは違った角度から JYP ファミリーを見てみましょう。 TWICE との関係性はというと、ストレイキッズはもはやワンス。これまでいくつか TWICE の曲をカバーしてきたスキズですが、カバーしてきた曲以外でも全て完璧に歌って踊れるんです。そして自分たちの曲より盛り上がっているんじゃないかっていうくらいノリノリ。曲が始まる前の名前コールなんて余裕です。授賞式などで TWICE がパフォーマンスをしているとノリノリで踊り出すことから、ステイからはアイドルの席に間違えて座ったワンスと言われていました。ナムジャドルのダンスをカバーをすることが多いリノも TWICE の曲はノリノリで踊ります。ここまでノリノリに踊らせることができるよジャグループはきっと TWICE しかいません。特にワンちゃんは練習生期間がかぶっていたため TWICE から弟のように可愛がられています。スキズのサバイバル番組中、ワンちゃんは TWICE の楽屋へ行きエールをもらっていました。ショーケース前の緊張しているワンちゃんを見た TWICE のメンバーは、昔はもっと小さかったのに私たちより大きくなってとまるでお母さんのようなコメント。 TWICE ヌナたちに囲まれて照れるワンちゃんも可愛すぎる。特にサナの前ではデレデレしちゃうワンちゃんはこちらでご覧ください。お次は上下関係なんて関係ないストレイキッズと一致の関係性。デビューした時期で言えばスキズが先輩なのですが、練習生時代を長く一緒に過ごしたスキズと一致はほぼ幼馴染のような関係なんです。
スキズとイッチには仲良し面白いエピソードがたくさんあるのですが、中でもチャンビンとチェリョンは本当の兄弟のよう。昔同じ団地に住んでいたようで、会社の行き帰りがいつも一緒だったんだとか。最近 YouTube チャンネルでコラボした2人はまた新しく兄弟のような一面を見せました。2人でオープンサンドイッチを作ることになり、チャンビンがゆで卵を切る担当に、チェリョンがチャンビンに対して「あなたって料理が下手で有名だよね」と尋ねると、料理ができないんじゃなくてしないだけだよとすかさず訂正します。しかしチャンビンが茹でた卵を上手に切れない様子を見たチェリョンがしびれを切らし、何やってるの、これで難しいという人は初めて幼稚園でやることでしょうと鋭いツッコミが。これを見たステイからは、チェリョンにタジタジなチャンビン可愛すぎる、どっちが年上との声が上がっていました。他にもチェリョンはバンちゃんが会社の冷蔵庫に入れていたアイスクリームを勝手に食べたんだとか。スキズといると末っ子のように見えるチェリョンも可愛すぎる。では最後におなじみではありますが、 JYP は全グループ漏れなくもちぼりいじりがやばいという件。こんなに社長をいじっていい会社があるのでしょうか。皆様も記憶に新しいでしょう。もちぼりがミュージックバンクに出演した際に披露したニュージーンズハイプボーイのダンスカバー。このダンスカバーが特徴的ですぐに JYP ファミリーの餌食になりました。当たり前のように TWICE、スキズ、イッチはこのダンスカバーをいじり倒すのですが、なんとエンミックスまでもちぼりいじりを始める。そしてスキズのメンバーで特にもちぼりいじりがすごいのがマンネズのスンミンとアイエン。そしてこの2人、モノマネのクオリティが高すぎる。悪いところはただ真似するのではなく、毎回少し誇張してるんです。メンバーもそれを見て、似てる似てると大爆笑。スンミンはもちぼりの歌真似に力を入れており、どんな歌でももちぼりバージョンで歌えるんです。高い歌唱能力をこんなところで活かすなんて、怖いもの知らずのマンネズさすがすぎます。こんなに自分たちの社長をいじれるのは JYP くらいです。こんなにも会社のお偉いさんをいじれるなんて、もちぼりの人柄の良さが伝わります。きっともちぼりをいじれるようになったら立派なスターになった印なのかもしれません。そんな仲良しの JYP ファミリーを一気に見れる最高のコンサート JYP ネッション。2018年に行われ、 JYP に所属しているアイドルの豪華なコラボステージを見ることができ、ファンからはもう一度開催してほしいという声が多くありました。そんな JYP ネッションが2022年の歌謡祭で帰ってきたんです。年末の歌番組では他事務所とのコラボが多いのですが、 JYP ネッションとして事務所内でコラボなんて激アツすぎる。パフォーマンスをしたチームはスキズ、イッチ、エンミックスの3チームのダンスラインのメンバーたち。流行りの Y2K をイメージした衣装が可愛すぎる。このステージの班はステイから多ペンカリと言われており、ダンスラチャに混じっても劣らないダンススキルと抜群の歌唱力が良すぎるので要チェックです。どのグループも多忙なスケジュールでスケジュールを合わせるということが難しそうですが、2018年以降に結成されたグループもたくさんあるので、新しくより豪華になった JYP ネッションの開催を期待したいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。